はい、内山コーチのザ・ゴトチャンネル。はい。よはい、今日も皆様よろしくお願いいたします。ろしくお願いします。はい、今日もいつも定番の店長会からどなたか来られたその言葉を皆さんに伝えたいと思います。はい。はい、エレナさんいいですかね。いどなたいですか？かおられるか、まるっきりわかりません。わかんないんですよはい、ね。わからないんですよね、残念ながらね。困っちゃうんだな。分かってたらね、事前に調べることもできるんですけどね。はい、それでは来られたみたいです。よろしくお願いします。はい、それではエレナさん、準備お願いします。はい。主への感謝をベースに準備をお願いできればと思います。はい。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは、今私の左の方の頭上に置いていただいた方、エレナさんの方にお会いいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは送ります。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。チャップリンです。チャップリン様おいでいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ここには時々おいでいただいて本当にありがとうございます。そうですね。はい、それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。私は日本という国が好きだということもあって、時々ここにやってくることがあります。うーん。その時には大抵、そうですね、世の中の動きみたいなことを憂えている時にやってくることが多いと思います。はい。今も、うーん、世の中の情勢が変わろうとしている時だということを感じています。人にはそれぞれ主義主張というものがあって、考え方があり、価値観が違う、そういう人々が多く、うん、集っているのがこの地球だと思うのですが、その中でもやはり大きく分けて、明るい方向に世界を導いていこうと考えている人々と、暗いけれども、うん、なんとか今をしのげばいいという考えで、どんどん下へ下へ、落ちていこうとする人がいると。大きく分けてこの2種類かと思うのですけれど、そのちょうど中間にいる人たち、どちらにも行くことができる、そういう中間層の人々が随分と多いというふうに感じています。そしてその人たちが一体どちらに自分の考えを持っていくかということによって、それから先の人生の展開が変わってくるというふうに思うわけですね。そのちょうど中間の悩みどころのところに生きている人々というのは、今日はとにかく
良い一日が過ごせた。今日はパンを食べることができた。そういう幸せの中に生きている人々。そんなに裕福ではないけれど、毎日とにかく食事ができて、家族と団らんを囲んで毎日を過ごすことができる人々は、やはりそういう幸せを維持するために生きているでしょう。なんとかこれをいつまでも流れていきたい。この平和な環境を長く長く続けていくために努力をしていると思います。そしてそれから少し限りのある生活をしている人々は、今日食べるパンにも困って、どうやって今日を生き抜いていこうかと考えている人々が近頃は大勢いるように思います。これまでは普通に毎日を過ごすことができていたのに、それぞれの何らかの事情をきっかけに、急に経済の状況が悪くなった。そして持っていた財産を手放したり、お金がなくなったりして、もう今日や明日、食うや食わずやというような生活に陥っていく人々が大勢いるのではないかと感じるのです。そうした人々が次に考えることは、生きていくためにとにかくお金が必要だと、そんな風に考えます。だけど、今の生活のままでは十分なお金を得ることができない。自分にはこれといって仕事もなく、定職に就くこともできず、何か才能があるというわけでもない。処分できる財産もないし、どうやって今日、明日を生きていくんだと思っている人々は、おそらくこの世の中にはたくさんいるだろうと思います。そのような経済的な危機を迎えているという、そういう人たちの数がどんどん増えてきているように思います。日本はまだいいと思いますが、海外を見れば難民がたくさんいて、今日雨露をしのぐ屋根さえ与えられていない、あるいは家があったけれども、もうそこに住むことができなくなってしまった。そして難民になってしまったというような人々が大勢世界にはいるのです。これは現代だからといってみんなが裕福であるかといえばそんなことはなく、むしろもっともっと昔の時代の方がある意味豊かであったかもしれない。そう思うほどです。日本の中においても、そのような状況に陥って、そしてついに犯罪に手を染めてしまう人々が後を絶ちません。こういう人たちは本当に自分が今日明日を生きていくために必死になっていますから、犯罪だと分かっていても、それに手を染めるということになってしまうのでしょう。そうして他の誰かを傷つけ、自分が
少しでも助かるために他の人を犠牲にしてお金を盗んだり、時には命を奪ったり、そんなことをするのです。やりたくもないことだろうと思うけれども、そうせざるを得ないような状況に追い込まれているということです。これはとても悲しいことであるし、やはりこの状況というのを政府はしっかりと見ていなければならないと思います。そして、この社会的な現象をいかに食い止めていくことができるか、早々と手を打たなければならないだろうと思います。今日私が話をしたい論点というのは、その政府の対応ではありません。そうではなく、なぜ人々がこのような犯罪に手を染めていくか、あるいは自分がそのような状況に陥ったとき、まだ選択の余地があるときに、なぜ人々は安易に犯罪に手を染めることになるのかという話をしたいのです。そこには現代の社会の闇があると思います。どういうことかというと、やはり人間は人間。人間が決めた法律に違反しなければよい。あるいは違反をしたとしても、これが見つからなければよい。犯罪を犯したとしても、逃げ切ることができれば、それで人生は良いのだという考え方を持つ人々が多く増えているということです。つまり世の中に神の存在などを信じない人がたくさんいるということです。そして頭の片隅ではその存在のことを知っていたとしても、心底信じているわけではなく、捕まらなければよいのだという考えが簡単に出てきてしまうということです。やはり世の中がこのようにダークになってきたときに、なぜそういうことをしてはならないのか。自分がどちらの道を選ぶか迫られたときに、人間は神を信じ、神への畏敬の念を持っていれば、誰が見ていなくても、そういう罪を犯すということはしないと思います。しかし、その思いがない人々は、自分を罰する人がいなければ、それで良いのだということになって、小さな良心があるにもかかわらず、その良心のかけらさえ無視して、犯罪に手を染めていくということが起きています。実際に数多くそういう出来事が起きています。人間はこの先、そういった神への信仰という心を失ってしまった先には、どんどんこういった間違った考え方を、それでも良いのだという考え方を持つようになり、ますます犯罪が増えていくでしょう。そうすれば、世の中はどうなるでしょうか。街の中はとても治安の悪い、安心して暮らすことのできない
町になってしまいます。それを修正していくためには、やはり心の中に法律や規則では縛れない、それ以外の正しさというものを持つ必要があると思っています。こういった心を日本人は持っていると思います。しかし昨今、この日本の中でも多くの犯罪がどんどん目立つようになってきている。私はこれに危惧を覚えているのです。誰かを傷つけて、自分がお金を奪って、そしてたった短い間の食料を手にすることに自分の人生をかけてしまうような、そのような考えを持つ人々が多く増えてしまっている。これは信仰心というものを失ってしまった人間の末路です。それをやはり大きくここで修正しなければならない事態になってきていると思うのです。世の中にどんどん犯罪が起きて、どんどん治安の悪い街ができて、安心して暮らせなくなってしまうという、そこまでならなければわからなかったかもしれない。本来のなぜ神を信じる心というものが大切なのかという基本的なところ、それを学ぶために今このような犯罪が多発する世の中になっているのではないかと思うのです。早く目覚めるべきです。早く目覚めなければ世の中はどんどん悪くなっていきます。私はそれを危惧してやみません。そのことを伝えるために今日はやってきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、とっても大事なところを教えていただきまして、本当にありがとうございます。そして、はい。なぜ信仰が必要か、そして、信仰がない時にどのようになっていくのかというのを具体的に、本当に目に見えるように具体的に教えていただきまして、心から感謝いたします。しっかはい。りと、多くの方にこの信仰の大切さを訴え続けていきたいと思ってます。はい。今日は本当にありがとうございます。いつもと違って本当になんて言いますかね、一番大事なところと言いますかね、社会にとって一番大事なところを教えていただきまして、心から感謝いたします。どうはい。もありがとうございました。ありがとありがとうございました。うございました。はい。はい。いつものチャップリンさんと違いましたね。ちょっと違いましたね、なんか。ね。はい。うん。本当に心配して、本当に危惧されて、店長会から地上を見た時の一番大事なポイントをね、教えていただきましたね。そうですね。うはい。ん。信仰がなければ本当にね、好き放題なんですよね。で、自分の考うん。え方で人をね、裁いたりね、うん。自分の考え方で世の中を作っていこうとしたり、はい。自分の利益のためだけにやったりとかね、うん。やっちゃうんですよね。なんか多いですよね、そういえばね。もしうん。信仰心が根付いていたら、今のマスコミの報道のあり方は多分違うと思います。うんうん。嘘はつけないと思うんですね。はい。知ってて知らないふりはできないと思うんですね。うん、確かにね。世の中の流れでもそうですよね。そこに誰か犯罪を犯すときには、昔は止めてましたよね。はい。今は止めませんね。ああ、うん、ごめんなうん。うん。ね、そうですね。子供が悪いことしたら、大人は止めてましたよね。あ、昔はそうでした。それはうん。ね、大人の責任だったんですよ。
うん。そこの社会全体で子供を育てるっていう大人の責任だったんですね。はい。そして子供の時からね、神様はいつも見てるんだよとかね、言われてましたよね。言われてましたね。そういったのがね、もうなくなってるんですよね。ないですもんね。神様って言っただけで笑われちゃうんですね。そういう世の中なんですね。ですね。今はもう何が正しいかよくわからないっていう感じになってますよね。だから神様を忘れて各人の自分の価値観で言い始めてから何が正しいかわからない。うん。神仏の教えというのが、神仏の存在というものが本当にあるとみんながしてたら、神仏の教えに従って何が正しいかを見るんですよね。はい。そこの違いですよね。うん。さあ、ここでね、このチャンネルならではなんですけども、あの世の法則は天国、地獄っていうのはあります。はい。で、その法則は昔から今も、そして未来もうん。1ミリたりとも変わってません。はい。昔も今も未来も悪いことは悪い、いいことはいい。それははい。神仏に心の沿って生きることがいいことですね。はい。自我力で生きること、自分の欲得で生きることが悪いことですね。基本的にはそこでバチッと分けられますね。あとは細かいところいっぱいありますけどね。はい。そんなところだと思いますね。そうです利他に生きるね。っていうところをね、皆さんがやるようになってきたら世の中変わってくると思いますけども。さあ、どうなっていきますかね。本当にね。これもだから人間が学びをするための工程かもわかりませんね。そうですね。学びをするためにですね。こんなにぐちゃぐちゃになった時に、何が正しいって何が正しいかわからない時に、はい。さあ、あなたは何に基準を求めますかってとこでしょうね。そうですね。ね。はい。本当にそうです。個人個人ね、自分は仏法真に学んでるから大丈夫っていう、その思い、その大丈夫っていう基準は自分で決めてるんですよね。仏法真ああ、なるに決めてるんじゃなほど。いんです。学んでるから大丈夫っていう、その教えはありません。ありませんか。その学びを自分のものとして、うん。自分の考え方を変えていく中で、よしとすればいいんですね。変え続けていくときですね。はい。いつでも止まることできるし、いつでも下にいつの間にか走っていくこともできるんですね。降りていくこともできる。でも本人はわからないんですね。大丈夫となるほど。思った時から落ちていきますから。そう思った時から。そうです。やっと私もわかるようになったっていう時からわからなくなっていきますから。いや、もう油断できませんね、それ。油断できません。本当に油断できませんね。だって思えないじゃないですか、そしたら。だから、先はまだまだあると、謙虚に学ぶことですね。謙虚に、謙虚に。ね。もう私に一番言わなくちゃいけませんね。私もすぐ天狗になりますからね。もう本当に、もう、頼むから天狗にならないでくださいって自分に言いたくなるぐらい。皆さんもね、天狗になるのは簡単にできる、自信持っている方いっぱいおられると思いますけどもね、ここはね、天狗の花を伸ばさないようにして、謙虚にね、やっていきたいと思います。そして、多くの方に神仏がおられると。神様おられるんだってことをね、伝えていきたいと思います。そしてあの世はあります。天国地獄はありますと。たとえ笑おうが、なんて言おうが、あるものはあるんだと。おられるものはおられるということを伝えていくしかないですね。はい。はい。じゃあ今日はこれで終わります。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や
魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。